こんにちは、刺繍のトリコです。今日はアウトラインステッチについてお話ししていきますが、実はアウトラインステッチ刺繍、やり方が2つあるんです。今回はこの2つのやり方の説明もしていきたいと思います。そして今回この2つの比較をしていたらですね、私も予想外の衝撃的なことが分かってしまったので、ぜひ皆さんにお話できたらと思います。早速ですが皆さん、どんな方法でアウトラインステッチを刺繍していますか？刺繍を始めた時に学んだやり方でずっと刺繍しているという方が多いかなと思います。ただ今回、衝撃的な事実が分かってしまったので、やっているやり方によっては知らず知らずのうちに損をしてしまっているかもしれません。せっかくなら知っておきたくないですか？知りたいって方、早速見てみましょう。アウトラインステッチ刺繍はやり方が2種類あるというお話をしました。A の本でよく紹介されている基本のやり方と B の刺繍初心者も指しやすい糸を避けるやり方です。まずはこの2種類のやり方について話していきたいと思います。実際に A と B それぞれを指していきます。まずは A の本でよく紹介されている基本のやり方から。わかりやすいようにメモリと番号を書いています。刺繍始めは裏に絡めても玉結びでも構いませんが、今回は玉結びで始めます。1から針を出して1目盛り分の2に針を入れます。次は半分のところ3から針を出し、そこから1目盛り分の4に針を入れます。また半分のところ5から針を出し、と1目盛り進んでは半分戻ってを繰り返していきます。慣れている方はこのように刺している方もいらっしゃいますが、こちらも同じやり方になります。刺繍できました。このやり方が本でよく紹介されている基本のやり方になります。次は B の刺繍初心者も刺しやすい糸を避けるやり方です。こちらも玉結びで始めます。こちらもまずは端から針を出し、1目盛り分のところに針を入れます。ここまでは A と同じです。次は半分先から針を出し、前のステッチの半分のところに糸を避けて針を入れます。そして次も半分先から針を出し、前のステッチの半分のところに糸を避けて針を入れます。そしてまた次も半分先から針を出し、前のステッチの半分のところに入れます。とこのように半分先から出して1目盛り分戻るの繰り返しです。皆さんはいつもどちらのやり方で刺繍していますか？次にこの2つを比較していきます。アウトラインステッチ2種類のやり方が分かったところで、次は刺しやすさを比較していきたいと思います。まずアウトラインステッチの刺しにくいところって、すでに刺してあるステッチの真ん中に糸を通すところなんですね。A と B の違いですが、 A は裏から刺すのに対して B は表から刺す、この違いになります。これ明らかに B の表から針を入れる方が刺しやすいです。慣れている方は別ですが、特に始めたばかりの人ですと、針が出る場所はここで合っているかなとか、
裏から針を出す時に思った場所から出せないとか、やはり裏から表に針を出すってちょっと難しいんです。B だと表から刺すので、もうステッチちゃんと見えているので、そのまま糸をよけて針を入れるだけなので、とってもやりやすいんです。ということで B の糸をよけるやり方の方が刺しやすいということが分かりました。では次は糸をどのくらい使うのか、糸の消費量を比較していきます。大きな図案を刺繍するときってたくさん糸を使うので、意外と侮れませんからね。はい、こちらが刺繍終わったものになります。表から見る分にはあまり差は見られません。では裏側も見ていきましょう。っていうぐらい違いませんかこれ。そう、もうパッと見でわかるぐらい B の方が糸いっぱい使ってます。ちなみにどのくらい違うのか興味が湧いてきたので、一旦刺繍ほどいてみてもいいですか？玉結びを切ってほどいていきます。ほどけました。今回4センチのアウトラインステッチ刺繍に使った糸ですが、測ってみると A は12センチですね。B は物差しがちょっと足りないので、大きい物差しに変えて、なんと B は20センチ。糸の差は8センチ。なんと 1.7 倍。これたった4センチの刺繍ですからね。複雑な図案で全部の長さが40センチとか50センチとか刺繍した場合、例えば単純計算50センチ刺繍したとして、A だと必要な刺繍糸は約150センチで済むところ、B だと約255センチの糸が必要になってくるわけです。この差約1メートルですよ。1メートル。この違い、本当に衝撃的です。裏側を見た時に結構糸使っているなぁとは思っていたのですが、ここまで違うとは私もびっくりです。ということで A の本のやり方の方が刺繍糸を使う量が少ない、消費量が少ないということが分かりました。まとめです。 A の本のやり方は慣れるまで練習が必要ですが、糸の消費が少ないです。 B の糸をよけるやり方は初心者でも比較的簡単に刺繍できますが、糸の消費が多いという欠点もあります。それぞれ一長一短あるかと思いますが、刺繍を始めたばかりの方であれば、まずは簡単に刺せる B の糸をよけるやり方を覚えて刺繍できるようになりましょう。ただ A のやり方も慣れてしまえばそんなに難しい方法ではないので、私の推奨としてはハイブリッド型、両方使えるようになると最強です。例えば小さい図案を刺繍するときは使う糸の量も少ないので B の糸をよけるやり方で簡単に、大きな図案を刺繍するときなどたくさんアウトラインステッチをするときは刺繍糸の量を節約できる A の本のやり方で刺し方を変えられるとより簡単に刺繍できたり、節約できた刺繍糸でより多くの刺繍を楽しむことができます。もしずっと B の糸をよけるやり方で刺繍してたよって方、よかったら参考にしてみてください。
これからも刺繍初心者の方に役立つコツやテクニックを配信していきますので、気になった方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。